こんにちは、防災職人南俊です。いやー、夏本番来ましたね。暑いですね。暑いですね。もうみんなぐったりですけども、防災の管理は終わらないということで、今回は8月の手入れについて説明をしたいと思うんですけど、8月はですね、水やりはすごいやっぱ大事になってきますね。暑くて乾きやすくなるので、引き続きやっていただければなと思います。ちょっと裏技的なところもご紹介したいなと思います。で、水やりっていうと大体土にまずバーッとかけて、葉水をするっていうのが一般的な流れなんですけども、こうバーッとかけて上かけたら、この下からこう本当は水を当てられるとなおよしっていう感じなんですよ。刃の裏に気孔がありまして、刃の裏からこうファーッとちょっとかけていただくと、より水が行き渡りやすいかなと思います。じょうろとかちょっと難しいんですよね。僕たちホースにこうつないでシャーってやるタイプなんで、下からこうやりやすいんですけど、小さくても土もこうこぼれないようなやつを皆さんお持ちだったら、こう裏返しして上げてもいいかなと思います。じょうろでも先が回るタイプのやつだったらくるって回して勢いでパッて下からかけやすいかもしれないです。いろいろ工夫しながらやってもいいかなと思います。病害虫の回見ていただいた方もいると思うんですけども、予防っていうのが病気とか、虫に対しての予防消毒っていうことをすると思うんですけど、暑すぎると薬害が出る可能性があるので、もし希釈するタイプの薬剤を使うようであれば少し薄めて使っていただいた方が安全かなと思います。で、揚げる時間帯はちょっと涼しくなってきたぐらいがいいかな。なおかつ先に少し水をやっておく、ちょっと一番暑い時間を避けるっていうことですね。そういうふうにしていただければなと思います。あとはですね、肥料、夏の場合は根も休まるんで肥料そんなにあげなくてもいいんですけど、うちの場合はもう7月中旬ぐらいから準備し始めてやっているので、だいたい僕らの世界で30度超えたらっていう一つのラインとして決めてるんですけど、春とか秋とかそういう時に比べると、効果がそんなすぐ出るわけではないです。軽くやるみたいな感じですか？軽くやるみたいな感じで大丈夫ですね。そんな起きすぎず、ぐらいなんですか？ぐらいですかね。なぜ枯らさないっていうこと？そうですね。水切らさないように気をつけていただいて、普段お仕事されている方は結構大変だと思うんですけども、どうしたらいいですか？僕も普段お仕事してる人なんですけど、なんかそういう鉢のちっちゃい鉢だったら下にちょっとトレイ置いて水溜めといた方がいいとか言われたんですけど、それってどうなんですか？それも全然ありですね。トレイに水張っておいとくと下のこの穴から吸い上げてくれるので乾きが鈍るっていうの、それも一つ。そう難しいんですよね、夏場ってのがね。お仕事されてる方は日中水やりができないんで、どうしても仕事が帰ってきてからっていうことになってしまうので、例えば寒冷車とかよしずみたいなの使っていただいてもいいかなと思います。ちょっと日光弱めて、そうですね、トレイにお水溜めるのどういうふうに溜めたらいいですか？帰ってきたら空っぽになってるぐらいがいい？ひたひたは良くない？そうですね。そうするともうずっともうひたひたの状態なんで、そしたらもう帰ってきたらトレイから外して乾かしてあげる。もうそれ以上は水をあげないっていうふうにしてもいいと思います。なんせこう枯れない程度ってそれが難しいんですけど、木の方はやっぱりこう合わせてくれるっていうのはあるんで、水のやりの方法とかですね、しっかり毎日水をあげるっていうことを意識していただければなと思います。で基本的には消白も同じです。そんなにやることもないので、とにかく水の管理をしっかりしていただければなと思います。もしかしたら持ってる方結構いるかな。風地草少しやることがあるので、それは外行って実際にやりながら説明できればなと思います。じゃあ行きますか？行きましょうか。風地風草なんですけど、これ風地草ですね。風地草こういうふうに先に穂が出てるんですよ。これ実はね、簡単にスポッと抜けるんですよ、こうやって。穂じゃなくても、穂が出てなくても先の葉っぱの方、外側のこれちょっと穂出てますけど、これ取ってこうするともう伸びが止まるんです。ここで伸びが止まって、次ちっちゃいのが出やすくなるんで、風地草を持っている方でもしちょっとやりたいなっていうことであれば、こう先っちょ簡単に抜けるので、こんな感じでスポスポ抜いて
いただいた方がよりこうたくさん葉っぱも出て見応えが出てくるので、やっていただければなと思います。8月は暑いですけども、皆さん体調には十分気をつけて盆栽楽しんでいただければなと思います。それではまた9月の動画でお会いしましょう。バイバイ。